今回は瞬間カラーパテを使ってソフビ盛りをしてみたいと思います。このパテは本来プラモデルで使うものなんですけども、以前免許の勉強会で教えてくださった方がこのカラーパテを使ってソフビ盛りをされるっていうお話を伺ったのでですね、そこから試したいなと思ってちょっと時間経っちゃったんですけど、やっと入手できたのでやってみます。ヘッドは6番ヘッドのセミホワイトを使います。私の先入観なんですけど、パテ盛りしたところをですね、こういう感じでソフビを曲げると割れたりひび入ったりするっていう先入観があるので、あらかじめですね、こういう顎の輪郭とか鼻の形、あとこういったところのちょっと出っ張ってる部分はあらかじめ削ってからパテ盛りしていこうと思うので、一回その加工をします。今回使うパテはガイアノーツさんの瞬間カラーパテフレッシュですね。まだ塗ってないんですけども、フレッシュはセミホワに結構近いっぽいのでですね、そのままいけるかなと思ってるんですけど、もし色が濃かったらホワイトで薄められるかっていうのも試してみたいと思います。私がですね、一番このパテで興味があるのは、このソフビをですね、こういう風に伸縮させた時に、パテがですね、剥がれちゃうんじゃないかなと思うんですよね。それがどれくらいなのかっていうのもですね、後で試してみたいと思うので、早速、もりもり持っていこうと思います。ちょっと蓋を開けたらどんどん出てきちゃうんですけど、これどうやってやればいいのかな。結構粘り気があるので、こんな感じで、これどれくらいで固まるんでしょうね。ちょっとわかんないですね。ちょっと待ってくださいね。そうですね。粘度があるといってもかなり緩いので、これ、上にこうやると下に滴っちゃうんで、やっぱり、適宜、この瞬間スプレーで固めないと、ちょっと作業やりづらいかもしれないですね。この瞬間スプレーをしないとどれくらいで固まるかっていうのをちょっと試してみますね。と言ってもですね、硬化するまでに数時間かかるって書いてあるので、やっぱりスプレー使った方がいいみたいですね。ちょっとですね、今部屋に猫がいるので、一回ちょっと中断します。表に出てこの瞬間硬化スプレーを吹いたんですけど、とっても臭いですね。なんか塩素っぽい香りで、家の中だとちょっと厳しいかもしれないですね、これ。臭で、なんか固まり方もちょっと微妙ですね。これは固まってるところと固まってないところがある感じ。これを繰り返していけば盛れるんですかね。あんまり厚手に乗ってこう促進剤を使うと消化不良じゃない硬化不良を起こすらしいので、ちょっとですねちまちまやっていこうと思うんですけど、とにかく匂いが臭いので、ちょっと猫がいない時にもう一回やり直してみたいと思います。結構臭かったので外でやってきました。で、爪楊枝で軽く塗って硬化スプレーを吹いて固めて、でそれを何度かやる感じですね。で何回ぐらいでしょうね。賞味10回ぐらいも塗ってないかもしれないんですけど、こんな感じで、ちょっとぐらいのこういう動かしぐらいでしたら割れませんね。色はセミフォアよりちょっとピンクっぽいので、こう削った後に境目が出るかっていうのも見たいと思うんですけど、動画ですと多分そんなに違和感ないかなって思います。ただですね、やっぱこの硬化スプレーの中の素材なんでしょうね。ヘッドがとっても臭いので、
時間かけてちょっと匂い取るとかやった方がいいかもしれないです。じゃあこれで削ってみたいと思います。削りはいつもの100均のダイヤモンドヤスリですね。かなり硬く固まってるので削りやすい感じはします。硬化スプレーで固めたんで途中硬化不良があるかもしれないです。ソフビ盛りにはこのパテ盛りと、あと私がよくある厚盛り、電熱ペンで盛る盛り方ですね。あとソフビを溶かして盛るやり方がだいたいこの3つだと思うんですけど、オークションで見るとこのパテ盛りが結構多い気がするんですよね。ということはパテ盛りが意外と悪くないっていうことですよね。これ2時間ぐらい削った感じなんですけど、パテの感触としたらセミホエよりちょっとですねピンクっぽいくて、パテの境目が少しこう白くなるっていうんですか、跡がやっぱり出ちゃう感じなのと、でも削りはですねソフビみたいに中がこうくっつけなくて穴が開いてたりとかっていうのが基本的にはないので、すごい表面処理はとてもやりやすいので、部分的に使うんだったらこれ結構ありなのかなって思うんですが、最終的に完成をさせてないのでメイクしたらどうなるかっていうのもちょっと見ていこうと思うんですけど、今ですね顔の輪郭が違うので、もう少しですね目をこうレモンの形というか、こちらの目頭をこうグッと入って目の大きさを調整していこうと思います。はい、動画は少し端寄り気味なんですけども、こんな感じで持ってみました。アイホールの上まぶた、この部分ですね。あと下まぶた、ちょっと分かりにくいかもしれないですが、この部分を持ってます。で、この動画で少し角度を変えたりすると分かると思うんですが、ここにパテとソフビの盛りのこう違いというんですか、ラインであったり、こう段差が出てます。特にこの部分ですね。この部分もう少しヤスリをきれいに削れば目立たなくなるかなと思うんですが、色はとても似通ってるので、そのままの色でもですね、ほとんど遜色ないかなと思うんですけど、白の色を付け加えるともう少しセミホアの色に近くなるかなって思いました。パテは瞬間って書いてあるんですけども、数時間経たないと固まらないということで、朝食をしてですね、盛ることもできます。でこっちも結構綺麗に仕上がってます。パテ盛りで一番懸念していた点っていうのが、この境が結構剥がれちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、パテがソフビにすごく食いついているので、このぐらいのこうなんていうんでしょう、伸縮をさせてもですね、パテがポロッと取れることはなく、ヤスリで削っててもですね、そのパテのこの接着面がボロッといくことはないので、かなり強力にくっついてるような気がします。これが長期間保存した時にずっとそういう状態になるかっていうのはちょっと試してみないと分かんないんですけども、持った感じですと私が懸念していたようなすぐこうポロって取れるようなそんなことはなさそうですね。作業時間としてはこう盛るのはですね、硬化剤を使ったので多分10分か20分ですね。こっからこの部分に加工するのがだいたい2、3時間くらいでしょうか。で、表面処理は比較的楽だったので、そんなに時間はかかってません。どちらかというと、この鼻の加工とか口の加工、顎の加工とか、そっちの方が時間かかってたような気がします。このソフビの境目は、400番、600番、800番っていう感じのヤスリがけをして、V カラーシンナーとかで特に表面を加工したっていうことはなく、本当にヤスリだけでこれだけ綺麗になってます。簡単なソフビ盛りですね。っていうのは電熱ペンで盛るよりかこっちのパテの方が早くて楽だと思います。で表面も綺麗に削れてるので多分メイクも綺麗にできるんじゃないかなと思うので、これからメイクをしていこうと思います。それではメイクしていきます。絵の具はいつもの造形村さんでオレンジと黄色と白をちょっと混ぜてみたんですけど、下地なのでとりあえず明るめの色で塗っていきます。パテの部分の絵の具ののりはソフビとそんなに遜色ないような気がします。
このパテはとても硬かったんで、ルーターで削りました。手で削っててもいいんですけど、ちょっと時間かかりそうだったんですよね。電熱ペンだとどうしても表面処理が時間かかるんで、このパテを使ってみたんですけど、かなりいい感じじゃないかなって。購入したウェーブさんの硬化促進剤は、なんか小脳っていうんですか、なんかネットの表現だとおばあちゃん家のような匂いみたいな、多分小濃度だったと思うんですけど、独特の匂いがするんで、919プライマーっていう全然匂いのしなくて、あとアセトンとかが入ってない、溶剤が入ってない硬化促進剤があるらしいので、それを購入しました。ウェブさんのものとかはアセトンとかが入ってるんで、その吹き付けたものをちょっと溶かしちゃうみたいなんですよね。下地はこんな感じでいいかなと思います。こう睨んだ感じの雰囲気がちょっと出てるので、感触としてはパテ盛りの部分はソフビとほとんど変わらない感じで描いたり消したりできるので、なんか特別跡が残るっていうところはなさそうですね。こういう境目は少し白い部分とか線が見えるんですけども、多分メイクすればほとんど残らないんじゃないかなと思うので、これで色をしっかりのせていってメイクを続けていこうと思います。こんな感じでメイクができました。今回は瞬間カラーパテフレッシュを使ってアイホールの盛りをしたんですけども、この上まぶたを盛りました。あと下まぶたも若干盛ったんですけども、ソフビとパテの間に境目がちょっと見えるんですね。で、ここの部分見えますか？ちょっと見えないかな。この部分見えますか？少し色が黒くなってるんですけど、ここですね、境目がうまくこうなんていうんですか、ヤスリがけして、もっと細かくやればよかったんですけども、雑だったんで、ちょっと黒くなっちゃったっていう感じですね。あとここら辺も境があるんで少し黒めになってるんですけど、ほとんどわかんないかなって。でも肉眼で見るとこういうところ、この頬の部分なんですけど、今回メイクする前に艶消しスプレーを吹いてないので、ちょっとだけパテのところのパステルのノリが悪かったので、艶消しスプレーをすれば結構ノリがいいんじゃないかなと思います。アイをはめたり、こう扱ってるところはちょっと扱いは慎重にしてるんですけども、この境がですね、ペリペリっとめくれることが普段使いではちょっとなさそうなので、なかなかこのカラーパテで盛るっていうのはいいんじゃないかなと思います。おすすめな人は電熱ペンを持ってない。あと電熱ペンでうまくできなかったので、ちょっと何か方法ないかなっていうことで、これいくらでしょう？私は Amazon でですね、定価よりちょっと高い送料込みの値段で買ったんですけども、一時期ですね、去年とかはこれが結構入手困難でずっと入荷待ちだったんですけど、今はどこでも売ってるので手に入りやすいと思います。ちょっと話が横道にそれるんですけども、このカラーパテを使うときにパテがですね、乾燥するのに数時間、1時間とか2時間最低でもかかるみたいなことが書いてあるんですけど、それを瞬間的に硬化するスプレーっていうのが売ってるんですね。瞬間接着剤専用硬化促進剤。私はウェーブさんの硬化促進剤を使ったんですけども、これがとてつもなく臭いので、いろいろ調べたら、こちらの919プライマーというのが臭くなくて、あとこちらはですね、ちょっと溶剤が入ってるみたいなんですよね。で、こっちは溶剤が入ってないので、塗布した表面にあまり影響ないみたいな感じで、使ってないんですけど、これがいいって書いてあるんで、もしこのカラーパテを始めるっていう方は、こういうウェーブじゃなくてですね、こっちの919プライマー、これですね、919プライマーで調べるとすぐ出てくるので、これ2、3時で到着しました。はい、ということで今回は異世界おじさんのエルフさんを作ってみました。またですね、こういったアニメキャラに挑戦していきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。